FM Osaka. 85.1. あんた、踊らんでたい。FM Osaka. 大阪。Take it easy. 3月20日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ。今週も FM 大阪のスタジオから、ダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている振付師、あかねです。はい。3月20日でございます。昨日、アジアツアーから帰ってきまして、久しぶりの日本。そんな気分でございます。はい。今回はね、アバンギャルディのアジアツアーで3都市回らせていただきまして、タイ、シンガポール、香港とね、回りました。久しぶりの海外でね、私、今年初の海外でございましたから、で、まあちょっとね、怪我して、手術して、初の飛行機ということでドキドキでございましたけれどもね。まあなんか、久しぶりってこともありましてね。なんかちょっと空港とか、久しぶりで、なんか行ったら、免税店あるじゃないですか。入ってすぐね、関空はもう、入ったらすぐのところにいろんなこう、誘惑が待っておるわけでね。でも楽しみって思いながら行ったらもうやっぱり、いろんなものをカゴの中に入れたりとかして。そこからまず楽しんじゃってね。で、その後ちょっとラウンジもね、行かなきゃっていうことで行って、まあゆっくりしてたら、はい、もう、あっという間に時間だということで、本当に危なかったです。搭乗ギリギリの時間でぼーっとしてたんでしょうね。はい、危なかったんですけれども、なんとか間に合いまして。はい、無事に3都市回れました。楽しかったです、もう。結論から言うとね、海外のライブっていうのも、まあ本当に普段と違うところというか、いろんな、なんて言うんだろうね。環境がまるで違いますから、本当にツアーの、制作スタッフの皆さんとかも、本当にいろいろ気遣ってくださって、ホスピタリティもね、素晴らしかったでございますし、あと、お客さんもね、温かかったですし、本当にいろんな、年齢問わずね、いろんな方が来てくれたなっていう印象でございました。みんな楽しんでもらえたらいいなって思ってます。はい。で、またね、いろんな課題とかも見つかるんですよ。やっぱり、ライブを見ていくと、ここもっとこうしたかったなとか、こうしたらいいんじゃないかなっていうことがね、いろいろ思い浮かんできてね、まあ、こうやってライブ作れるって楽しいな、ありがたいな、なんて思いながら過ごしておりましたよ。で、いろんな、まあ、国回ったわけでね、食べ物とかね、美味しいものもたくさん食べて、元気も出ました。はい。昨日、昨晩帰ってきましたからね。ちょっと今日は、ね、時差ボケがありますけど、はい、1時間ですけど、時差。ありますよ、でも。1時間ででかいですかね。でもちょっと、日本に帰ってきたぞっていう、なんかこう、空気感がね、また、帰ってきたっていう感じで、爆睡しました。はい。皆さんいかがお過ごしですか？はい。このあかねクラブですね、残り2回ということでございますよ。あと、今日入れて2回ですからね。はい、2回で。終わっちゃいます。寂しい。はい、寂しい気持ちもありありですけれどもね。はい。ちょっと最後の2回、楽しんでいきたいと思います。はい、おかっぱトークもございますのでね、アジアツアーの感想とかも言えたらなって思います。じゃあ、FM 大阪あかねクラブ。今日の1曲目。はい、この曲もね、アニソンでございますけど、私たちの世代なんかはもうカラオケソングでって感じですかね。はい。もうカラオケではみんな歌える、この曲。ナルトの曲でございます。懐かしい。これもね、ちょっと、今回、海外で。FM Osaka. 85.1. FM Osaka. あかねクラブ。FM 大阪あかねクラブ。それでは、アバンギャルディの、おかっぱとということで、今週はこのお二人も来ています。ご紹介と一発ギャグをお願いいたします。セーラーバンギャルディです。サップ顔ぶっさ。お願いします。どうぞ。
ちょっと待って。アイムです。忘れてきたので、せいちゃんのパクります。え青木も。お願いしまーす。サムのブサやん。やから。あ、そういうこと理解してなかったですよ。熱い。それがキモいだけかと。なんかブサイからだけか。サブからのブサですよ。あれじゃないよ。てか、何してるんですか人のやつパクっちゃって。じゃあもう普通に激積みで、いや、普通に考えてるの忘れてて、ちょっと、わかりますよ。もうあとラスト2回なんですよ。一発ギャグメーカーでやってたのに、そうやで。やってもうだと思ってあんた。お笑い好きじゃないのやばい、失格やって。さっきからずっと暗いんだ。すんだ。やばい。すんだ。それが済んだということとか言って。ほんで人のパクって理解もせずに滑るという。はい、ということで、今週はこの二人でお届けしたいと思います。お願いしまはい、っていうかね、我々昨日帰ってきました。海外から。はい、無事に、アバンギャルディアジアツアー2026、感想なんのやつだっけレッツグルーやばいって。もう頭待てへん。レッツグルーブが、無事に終わりましてね。昨晩帰ってまいりました。久しぶりの日本ということでございますよ。結構ね、もうメッセージたくさん来てるんでね、ちょっとメッセージの方ご紹介したいと思うんですが、こちら、チェコの寝床ダレーさんです。あかね先生、アバンギャルディの皆様、アジアライブツアー大盛況完走、大変おめでとうございます。ありがとうございます。はい、この方はですね、バンコクから香港まで、全通いさせていただき、やっぱりあかね先生はとんでもない天才だと感動しました。そしてご移動を含め長丁場のシリーズをキレキレの、ギリギリではない。キレキレのダンスパフォーマンスで、見せてくださったメンバー様も、本当に真のアスリート、アーティストさんだと心から尊敬いたします。はい。各公演ではおなじみのナンバーからローカルの楽曲まで、巡るめくアバンギャルディ様の世界にどっぷりと浸り切ることができました。特に初演の地であるシンガポールでは、地鳴りのような歓声や会場が一体となって合唱するシーンもあり、アバンギャルディの皆様が世界規模で絶賛されていることを実感しました。はい。香港2日目は、親さんの最後のパフォーマンスということもあり、類性崩壊の中、OKP サイファーアンコールずっと忘れられないシーンです。はい。あかねクラブでは、メンバーさん、あかね先生の普段なかなかお伺いできないエピソードや一発ゲームを、させていただきたい。大変ありがとうございます。ということでね。ありがとうございます。あとこの方、横浜市のチョコさんも、休み、お金の都合で今回はシンガポール公演のみ参戦しました。シンガポール2公演本当に盛り上がりましたね。時間もあっという間で、昨日帰国しましたが、まだまだ余韻に浸っています。シンガポールはいろいろな国の人が来ていて、さすが多国籍文化の国ですね。ファミリーも多かったですね。アバンギャルディのワールドワイドな活躍を実感しました。この方は、八王子さこさんです。香港2公演堪能させていただきました。帰りの空港で書いています。海外公演はダンス中心でメンバーさんはかなりハードだったと思いますが、でも見応えのあるステージで最高です。観客が歌いながら見るステージも新鮮でとても楽しかったし、感動的でした。リールで見ていたその国の曲を使った作品を見ることができて幸せでした。全体を通してあかねさんの天才的なイマジネーションとメンバーの努力とスキルの高さにただただ感動してしまいました。本当に行ってよかったです。と。ありがとうございます。ほんまに他にもね、もうアジアツアー行ってきたよっていうコメントしたメッセージ届いております。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、今回は3都市をこう1週間で回るというね、5公演すると。始まる前はどうなるかなっていう感じでしたけれども、まあそれぞれのね、
地では、本当それぞれの、こう、なんていうか、お客さんの楽しみ方だったりとか、観客の皆さんのね、年齢層とかも全然違いましたよね。どうでしたか？なんか思い出に残ってる、公演ありますか？どれが一番思い出に残ったりしてる？でもセイラさん。私は、うんお着替えで出れていないんですけれども、はい以外で。お着替えで出てないんですけど、うんみんなで一緒に歌おうって言って。あ、そうね。さっきからね、うんメッセージにもくれてた、はいそうですね。はい。そう、今回はバックストリートボーイズの、うん I want it that way。この歌は、みんな知ってるだろうということで、うん。この歌だったら、歌えるやん、みんなっていう、ことで、で、しかもちょっとまあ、なんやろ、ちょうどね、90年代の曲かな。90年代とかミレニアム、あの辺の、時代の曲で、まあ、幅広い年齢の方が見に来てくれるっていうのも分かってたから、みんな歌える曲は何だろうって考えたらその曲をセレクトして、で、歌えるように歌詞を表示してね。で、アバンギャルディはちょっとこう、かっこよく踊って、かっこよくね、酔いしれたように踊って、なんかすごい面白いシーンでしたけど、はい。まあ海外の皆様だからこそね、この合唱っていうの、すごかったね。すごいよね。だから日本のライブだと、ちょっとやっぱなかなか照れて歌えないとかね、あったりしますが、もう海外の人はもうめちゃくちゃ大きな声でね、くれてました。出ましたよね。嬉しかった。嬉しかった。そうそうそう。アイムさんはありますか？私は、各地で、はいそれぞれ違った海外メドレー、その各国に合わせたメドレーを披露したんですけど、はい私たちもこう曲選びを、こう、現地の人とかにも聞きながら選んだじゃないですか。はいそれででも、なんか、実際住んだりとかしてないから、うんどんだけなんか懐かしいのか、今の流行りなのかあんま分かって、わからない。反応がね、どういう風なのが来るのかっていうのは実際ね、やってあったんですけどみないとでしたけど。そう、でもなんか、香港の時とか、うんハニーとか、香港で披露した曲があるんですけど、なんか懐かしいみたいなみんな、ああ、これやるんや、みたいな、うん笑いが起きたりとか、はいそういうのがすごい新鮮で、踊りながらめっちゃ楽しかったです。あ、そうですね。こういう笑いが起きるんやとかもめっちゃありました。確かに。まあ、その笑いで言うと、今回なんかノナさんの、うん。得意なリップシンク芸リップシンク芸って言うんですか？まあ、口パクで歌ってるふりするみたいな、はい歌いながらパフォーマンスするっていうので、ホイットニー・ヒューストンやったりとか、はいで、まあ、セイラもマイケル・ジャクソンはい。をね、ライブをちょっと再現しながらやったんですけど、もうこれが本当に海外ではもう爆笑されるっていう、もう最高に嬉しい反応がありましたね。これだから日本とかでやった時は、まあ笑いもありますけど、すごいの反応が多いんですが、これはやっぱ面白いと思ってこうやっている部分もあるので、もう、それこそシンガポールなんかは、もう爆笑。めっちゃ笑われてて、ああ、もうこういう、このお笑いというか、なんか笑いとして、通じてるんやって、これが面白いっていうのをなんか一緒の感覚なんやな、みんなって思えたのがすごく嬉しかったし、確かに。なんかまあ、そう、マイケル・ジャクソンとかもそうやし、まあ、ホイットニー・ヒューストンとかも、もう今ね、亡くなられて、なんか今存在してない、もうレジェンドだから、余計になんか感動もしたみたいな。できたとみたいな。そういうのもあったりしてね、なんか演目がこういう、受け方するんだな、みたいなのは一つ学びでもありましたけど。まあでも本当、みんな言う通り、ずっと押しのね、1時間半の内容ではそうですね。ありますし、まあ今回ね、まあ MC もそんなに多くはなかったですけれども、まあ喋るとことかクイズ大会とかもあったりして、ゲームタイムが。ゲーム大会とかしたんですけど、まあその中でやっぱ素晴らしかったのはやっぱ園さんがね、全編英語での MC ということをされておりまして、すごいね。もう1年前もね、まあいろいろ、1年ぐらい前からずっとこう海外でライブとかさせてもらってますけど、ここまでね、すごかったよね。ペラ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 と。
出てくる。出てくるってそう。で、なんか私はやっぱ感じたのはもう本当に日本のライブより、なんか英語の方が上手いんちゃうっていうか、英語の MC の方が上手いんちゃうって思った。なんかもうキャラクターが違った。まあ、人は違いましたね。違うよな。もうおー、みたいな。これほんまにそうかっていうぐらい、確かに確かに。めっちゃすごいよな。なんか、めっちゃ良かったんで、ちょっとこれね、本当は、今回日本からもツアーで、来てくれたお客さんもたくさんいたから、それもね、ありがたかったですしね、力になりましたね。はい。なんかまあ、ちょっと、長丁場の旅でございましたけど、お疲れさんでしたと、ね。皆さんもお疲れ様でした。はい。かっこいい映像とかもね、ダイジェスト的に。あれやばかった。はい。迫力のある映像も上がっておりますので、ぜひ SNS などをご覧ください。お願いします。でまた次はね、日本でのライブがありますから、大阪は5月の23でしたっけ 23。523土曜日。はい。チケット絶賛発売中でございますし、まあ、今回ね、6都市での開催ということでございますから、ぜひお近くでね、開催されるところに皆さんぜひ来ていただけたらなと思います。はい。はい。じゃあ、ここで曲行きましょうか。じゃあ、セイラさんお願いします。はい。はい。ストリートボーイズで、I want it that way。どうぞ。なんで歌とセイラが来ております。お願いします。さあ、じゃあ、行きますね。もうメッセージがね、もうラスト2回ということで、たくさん届いてる。嬉しい。メッセージを、ご紹介していきたいと思います。はい。はい。じゃあ、この方、富山市在住のもつ煮込みうどんさんです。美味しそう。こんばんは。こんばんは。お疲れ様でした。ありがとうございます。海外のツアーだけでなく、日本でのテレビ出演も最近多くて楽しく見させてもらってます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。質問があるんですが、最近あと1年で大学受験だというのに、勉強する気が起きず、怪我をして以来、部活動の陸上にも力が入りません。どうしたら皆さんみたいに前向きで明るくなれるでしょうか？モチベーションの上げ方などを教えてくれたら嬉しいです。ちょうど私たちは2人とも元陸上部で、はい中学生の時に陸上してたんですけど。そうなんですよ。怪我とかありました？あります。ありました。どういう怪我するんですか？私は、人体切ったりとか、骨折したりとか、めっちゃ怪我してました。陸上やっぱ怪我が多いんですかね。何の競技してたんですか？陸上では。短距離です。短距離。ハードル。でもどっちも2人とも走る競技をやってたんです。はい。い。やっぱ怪我はつきものだということですか？そうですね。でももつ煮込みうどんは、部活動の陸上力入らないって怪我してから。で、大学受験もね、あと1年っていうかもう、だからあと1年切ってんじゃない？この春から3年生ってことでしょ？だから勉強する気が起きない。どうしましょう？どうするんですか？なんかお二人は、それこそなんか気持ち入らないな、みたいな時があった場合は。思いっきし休んでますね。入らない時はもう、はい。やらなくていい。でも、私が大事だと思うのは、はい。やらないといけないことだけやる。だから、うまくサボることが大事だと思う。なるほどね。だから、自分が結構しんどいなって思ってる時って、やらなくていいことまで頑張りすぎてることがあると思います。だから人間関係もそうやし、気を使わなくていいとこまで気を使ってたりとか、ちょっと知らないうちに頑張りすぎてたりすることがあると思うので、うまくサボって、だから私はお仕事頑張ることは絶対頑張る。で、あとはほんまに自分の好きなような時間を過ごすとかで、塩梅とって、うまく使うようにしてます。なるほど。ありますか？いつも、お母さんに言われることがあって、神様は越えられない壁を、与えないって言われるんです。もうそれを思って、先は絶対明るい未来があるって信じて、今は辛いけど、ここを踏ん張ったら、すごい楽しいことが待ってるかもしれないっていう気持ちで、いつも乗り越えてます。はい。すごいいいことですね。すごいですね。確かにそうかもしれない。無理やって思いますよね、始まる前は。なんでこんなことしないといけないのもそうだし、でも今振り返ってみたらね、結局今、あの時頑張ってよかったなって思うことばっかりですもんね。だからそれこそ、私も受験、
大学受験は、まあ本当にまともにしてないというか、なんていうかまあ、これ、私はあれなんですよ。ダンスでね、大学に入ったっていう、まあ、ほんま、踊るだけで入ったっていう、ちょっと特殊なあれだったんですけど、でも高校の時はめっちゃ勉強頑張ってたんですよね。はい。そう。で、もう多分一生することないって思って、親にもね、頑張りなさい。あなた一生多分ダンスばっかりするから、ここで勉強しとかへんかったりでも一生しないと思いますし、ってことで、やったんですけど、本当にね。そうですね。そう、でも、まあ結果ね、それぞれ頑張って出会いとかもね、いろんな出会いがありましたし、まあ本当に、あの時に頑張ったから今があるって思うことばっかりです。確かに。そうです。だからこの、あかねクラブもね、6年半続けさせてもらいましたけど、まあそりゃまあね、私なんかはまあ今はね、東京とか、それから今海外とかもね、行ってね、すごくスケジュールも多忙なんですけれども、だから多くてね、3本撮りする日もあったりとか、大変なこともあったんですけど、もうこのラジオがあったから今があるって思えるぐらいね、本当に頑張ってよかったなって思います。だからこの、もつ煮込みうどんさんもね、頑張りましょう。頑張りましょう。大丈夫。大丈夫だよね。なんか気負いすぎず。そうだね。そう。まあ、なるようになるという。そうです。でも、頑張ろう。ここは踏ん張り時っていう時は、まあ、気合い入れてね。そこだけ。そうよね。っていう。そう。ほんまにそうなんですよ。それ以外のところはちょっとリラックスしていいですかね。はい、ありがとうございます。続きまして、うどん県横見さんです。うどんばっかりですね。あ、ほんまやな。うどんシリーズ。うどんシリーズでございます。はい、あかねさん、アバのメンバー様。この番組が終わるという話を聞いて悲しいこの頃です。はい。皆さんに質問です。はい。生活や遠征になくなったら大変だってものはありませんか？僕の場合は安全靴と手袋です。なんでな安全靴って硬いやつ？あ、だから工事のお仕事とかされてるのかな？ああ。危険なところに行くお仕事なのかな？そうです。遠征になくなったら大変。遠征なくなったら大変なもの。それこそだってほな移動とかさ、はい。必需品とかないんですか？移動中にもこれなくなったらもう無理ですわ、みたいな。物じゃないんですけど、はい。音楽が、なんか、めっちゃシーンってなるのが、すごい結構苦手なので。じゃあホテルの部屋とかでも結構曲かけときたいタイプです。寝るときもちょっと。隣の人は嫌がらないんですか？ほんまにいっちゃんちっちゃい音で。音楽がなくてはならない。でも私もちょっと似てるけどヘッドホン。もう絶対にここを耳を楽しい空間にしておきたくて。移動中とかもそうですし、飛行機の中でもラジオ聞いたりとか、お笑い見たりとか、音楽聞いたりとか、その自分の感情をここでコントロールする。耳ではい。テンション上げてこうっていう感じで。必需品かもしれない。ヘッドホンがはい。でも私逆に、あれなんですよね。なんか、静かにしたいから。音楽が絶対聴かないですね。あんまでも聞いてるイメージないですよ。ないさんが。音楽は、もうこれはなんかあれなんですけど、なんていうの、もうほんまに調子いい時だけ。今から音楽聴きます。ポチはできるけど、音楽聴いてたら集中できないっていうか、その集中しなくてもいいんですけど、なんかリラックスできないですね。脳みそが動いちゃう。考えることが増えちゃうんかな。っていうかなんか、普段も音楽流れてたら喋りにくかったりする。だからこのラジオの初めの頃とかは、ね、このヘッドホンから BGM とか流れるのがめっちゃ苦手で。よう喋らんかった。この歌はもう慣れてるから、なんかあんまりもう気にならなくなったけど、だから逆に言ったら、アバンギャルディの曲とかが耳元に流れてたら、ちょっと止めてくださいとか変えてくださいって言ってた。フリーのこととか考えちゃうんかな。なんか、喋れなくなるんですよ。ダンスを思い浮かべてしまったりする。そう。で、私はそういう、なんていうの。音楽聴いたら頭に浮かび上がってしまう、ちょっとこう、病気というか。天才型です。いやいや、そういう風な、脳みそをしているので、そうですね。聞けないです、音楽は。でも、まあ、それで言ったら、まあでもね、そっか、必需品
むずいな。そうですかね。みさんの必需品。何持ってるかなビール。ビールは確かに、そうかもね。なんかちょっと、確かに、今日終わりだっていうのの、もうなんてリラックスが、ちょっとビールなので、確かにそうかもしれない。遠征の帰り道ずっとビール探して、今日のビールはどこにある？そうそうそう。マジでそう。だから、ビールは確かにね、いるかもしれないね。そう、生活の中でもそうかも。でも最近はちょっとほんまに体のことを気をつけて、やめたいとか思うんですけど。やめたいですよ。ビールって太るから。そうですね。でもね、無理だね。まあ、そらそうですよね。やめた方がいいってみんな言われるけど。でも娯楽だもん。仕方ない。娯楽なんそれ。そう、それのために、楽しいというかもそうやね。難しいよね。まあちょっと、まあ、体の健康のためにも気をつけたいところはありますけど。はい。アイムさん、はい、お願いします。それこそヘッドホンでずーっとアジアツアーの時に聴いてた曲なんですけど、はい。テンションが上がるのでおすすめです。はい。レトロ理論さんで、離婚人。ありがとうございます。はい。はい。じゃあメッセージをね、どんどん紹介していきます。はい。ラジオネーム、熊本県の孫さんです。孫さん。はい。もうメッセージや質問を送れる回数も限られてきてるので、そうですね。そうですねたく。さん考えてみたんですけど、送りたいことを一つに絞るのは難しいです。そうですよね。でも絞ってくれました。あかねさんやアバンゲルディの皆さんは、今までたくさん大きなステージやイベントで、いろんなことに立ち向かって、みんなで、たくさん乗り越えてきてると思います。はい。大変な出来事こそ、大きな、達成感があるんじゃないかなと思いますが、今までで一番大変だったなと思うことなんですか？まあこれもさっきね、言われてたことも一つかもしれないですけど、何が一番大変やったかっていう話ですよ。大変やったこと。もうありすぎるわ、私の場合は。なんか一個にするのむずい。で、私はもう全部なんですよね、これ。なんかね、でもやっぱり仕事かな、自分は。なんかそのアバンギャルディでなんか作るっていうのは別に大変なことではないんですよね。なんかもう自分で思い浮かんでやってるから、大変と思ってやってるというよりは、もう、でも仕事はもう、大変、なんつったんやろね。自分だけの、やりたいことじゃ済まないので、やっぱり、ね、いろいろ依頼されて、こうしてほしい、ああしてほしいもありますし、いろんな人の手が加わって一つの作品を作ることがあるので、やはりやっぱりそのお仕事のね、振り付け、ディレクションなどが、ちょっとやっぱり大変なことも多いんですが、でもね、日々学びですね。もうこれで、これ乗り越えたっていう、じゃあ次いけるわとか、あるし、一難去ってまた一難ってほんまにこの言葉やなっていう。絶対来るんで、また。でも絶対乗り越えれるんですよね、さっきの話じゃないですけど。そうだよね。ほんまに辛いけど、気づいたら終わってんですよね。だからもう、これもだから、3月ももう終わりでしょ？はい。終われると思ってなかったですもん、3月。正直。大変すぎて。乗り越えられると思ってた。だよね。でももう終わりかけてますから、ちょっとね、なんとかなりそうな兆しですけれど。確かに。どうですか、お二人は。なんか大変だったなとか。まあ、これ、まあいろんな意味でじゃないですか。寒かったとかもあるし。結局私、なんか最近ちょうど考えたんですけど、一番しんどいのって、リハーサル？毎日のリハーサルが結局一番辛くて、その10時間ぐらい永遠に立ち続けて、ずっと集中し続けないといけなくて、ほんまに一言、メンバーのが言ってること一言逃したらもうついていけなくなるんですよ。で、ミスしたりとか、人にぶつかったりとか、結構ずっと危険が伴ってるから、それを毎日続ける。しかも私たちってやっぱり舞台で輝くために、リハーサルをして練習をしてってやってる、ここの積み重ねの時間が、結局一番、踏ん張り時かなって、大変かなって思う。集中力がいりますからね。そうなんですよ。10時間をずっと集中していくっていうのはなかなかね、
難しい。痛くとかなっちゃうな。もう、なる。だってもう、やっぱ極度の集中を続けてるから、えそう、メンバーが、もうたまらんくなったら、やばい、やばいとか言いに来て、えキラキラって言って、もうみんなで気合おで、互い。そうなんや。サバイバルみたいな気持ちで、確かにね。そっか、リハーサル大変。これがあるから、そうですね。やり遂げれることが。うん。あなたはもう、パッキング。嘘やんそうだ。わかんでもう忘れ物を、もう何回も確認しなあかんし、そっめっか。ちゃなんか神経使う。使うんや。海外とか忘れた終わりやもん。終わり。そりゃね、終わりやわな。それ、衣装一つもね、忘れられへんし、そう。結構意外とね、ちゃんと自分たちで、すべての衣装だったり、はい小道具をね、持ち運んでますから、管理してます。管理自己管理なんでね。そうなんですよ。ね、はいそれはちょっと自分の全部の責任ですからね。自立してるよな、結構。みんなそれぞれ。してるしてる。忘れ物とかあるめっちゃ怖い。忘れ物も言わないですけど、けどまあ、あるよぼちぼちありますあるよね。あるどうにかねう。ん。確かに。それは、そう。しかもこのアジアツアーとかね、もういろんなとこ、こう、旅するから、そもう家での忘れ物もそうやけど、ホテルとかでもね、ちゃんと入れて帰らへんかったら、う、結構、ね、怖い。忘れていくこともね、あったりするやろし、落としたりとかね、なくしたりとかもあるよね。はあね、赤いさもありますもんね。めっちゃある。い。そうね今。回もな、一個な、ピアスがなくなったね。どうでもいいんやけど。いや、でもピアスでもな、それ、ショックやったな、からな、あれどこ行ったんやろな。ホテルとかですよね。いや、でも使ってないから、あれどっかでは、家にあるんかな、逆にとか思って、ちょっと帰ってきたけど、家になさそうなんやな。ショック結わからん構。ショックやななんかそういうのはありますよ。うーん。なんかどこ行ったんやろな、みたいな。確かに。辛い。辛い。辛いけどさ、まあそういうね、ちょっと確かにパッキングね。キングなるほど、そういうのもあるんだね。意外性があります。意外これ確かに。続きまして、じゃあこれ最後にしたいと思いますよ。はい。ちょっと、福島県の混ぜそばは混ざるな。麺類ばっかり。麺類大好き。麺類大集合。こんばんは。こんばんは。この子もや。自分はあと少しで高3になります。3年生になると楽しい行事がほぼありません。そっかこの、それで質問ですが、学生生活の中で一番楽しかった行事は何ですか？逆に一番嫌だった行事は何ですか？でも、この二人はちょっとあれじゃない？アイムさんなんかもはい。う、がっつりコロナ禍コ、ロナでしたね。コロナ禍うん。コロナ禍学生。学生だかコロら、ナ禍高校生。だからそのさ、学生生活の中で楽しかった行事とかもないんじゃん。ありますよ。あるあります。だから、だってさ、確かに。じゃあ修学旅行は行って遠足2回。行ってないやん。じゃあ修学旅行行ってないってこと？そう、沖縄の修学旅行がキャンセルになって、あなその代わりになんか日帰り遠足2回。そうやだから混ぜそば混ぜるなよりも、行事してへんってことや。だからその混ぜそばくんに言いたいのは、はい松葉くんかちゃんか分からないですけど、そば。うんその、私たちコロナ禍の中で3年生やったけど、楽しいことやっぱ見つけて楽しめたから、絶対君は楽しいよって。楽しいな。コロナだし、やりたいこと無限じゃんって。そうだよね。何でもできるよって思います。そうですね。だから別にじゃあピンポイントで楽しかった行事はピンポイント楽しかった行事、もう何でも楽しくなります。毎日の日常。みんなと会って、なるほどね。そうか。できない日々だってありますかそうら。かじゃあ、だから特別なことで、日常を何でも特別だよってこと高校生なんて、あ毎日がね、じゃないですか。やっぱ本当にすごいね。うん。そうやな。高校生戻りたくて戻られへんからな、大人になったら。毎日が楽しい、ほんまやな。楽しいはず。気そうだね。づいてないだけかも、まであうん、そうやって、混ぜそば。うん。思い返してみて、君の日常楽しい。そうだね。楽しいってことやな楽。しいよ、絶対。どうやセイラさんは。どうや逆に嫌だった行事とかないかって。嫌だった行事。文化祭。マジめっちゃ楽しい。ほんま
めっちゃ楽しみやけど、なんでや。準備がすごい、またや。しんどい。この子準備嫌いやな。さっきから。準備がもう大変。何を、なんか、クラスで出すかっていう言い合いっていうか、その話し合いも、なんかむずいし、その用意もむずいし、でも、その当日はめっちゃ楽しくて。共感できひん。まあ、全然それも、もう私はめっちゃ嫌でマラソンやな。持久走動いたいやん。てか私ほら負けず嫌いやからそう、ですね。体育の授業とか本気でやってたからさ、私も。やってだからました。負けたくないから、マラソンとか頑張るやん。うん。でも血の味するやん。しんどいだけ。しんどいですね。うん。しんどい。確かに。そう。あれは思い出したくない。やりたくない。タイムとか測られたり。で、確かに。嫌やよな。なんかちょっとそう、体育とかはちょっと嫌やったな。体育で着替えるだけでもちょっと一苦労したもん。わかりま体操服着替えるとかね。冬の着替え。嫌やな、寒い。もう、やっぱ冬だもんね。せやねんな。でもこれも全て幸せなこと。そう、考えたらほんまに幸せ。だよな。これすらもあると思うけどね。これすらもできない人もいたと。そうでしょはい。僕。だから、もうすべての日常にみんな楽しんでほしいということですね。知ってほしい。あと一年ね、学生生活ね、送れると思うんですか、高校な生。んか今楽しくないなら好きなこと見つけて、そうやな。確かに。没頭できる一年にしてそうやわ。そうやわ。そうしましょう。じゃあ、ちょっと、頑張ってください、マネ様は。混ぜるな。混ざるな。まだわかんない。まだ高いかなや。欲しくないらしい。あー、ない。ありがとう。ありがとう。はい、ということでね、ちょっとたくさん今日メッセージ、ちょっと本当紹介できてないものもありますけれどもね、みんなありがとうございましあたり。がとうございます。はい、じゃあちょっと告知ね、ここから大事な告知でございます告。じゃあ、テイラーさんお願いします。はい。アバンギャルディ地上波初冠番組、決まりましたはい。ABC テレビ、バコードアバンギャルディ昭和歌謡の宴、3月28日土曜日夜11時から放送されます。わー、嬉しすい。ごい。すごい初の冠ですよ。嬉しい。すごいでございます。しかも ABC ですよ。ね、やば M1 のねABC のスタッフさんが、M1 の出場者しか持ってない、なんかネックスランプみたいなの持ってて、私、大騒ぎして、そうってな。ずっとね、だって、ね、全然くれへんかった。もらえなかったんですけど、そうやな。なんでそんなんあげなあかんねんな。その ABC テレビって言ってさ、M1 のってなる人おらんよ。けど M1 が ABC でやってるって、確かに。ほんまに好きな人じゃないと、感覚ないけどっていうほんま光栄ですよ、ABC さんにやらせてもらえるなんて。ね。いや、ほんまにね。嬉しいよね。ししかもこれだから、一旦土曜日は特番ってことですよね。はい。ですね。その後から、ちょっと毎週、はい。されていくわけです。やば。いや、もうでもこれ予告でちょっとチラリズムしてしまっていますが、ね、私たちがすごくもう曲お世話になっているというか、もう私たちのデビュー曲で勝手に、呼ばせてもらっている、うん。渡辺真知子さんね。はい。渡辺真知子さんの曲、カモメが飛んだ日で、私たちは初めての作品ね。はい。はい。今もずっと、お箱でね、やらせてもらってるんですけど、その渡辺真知子さんにお会いできましたから。すごいもう、やばかった。ね。絶対忘れへんと思う、一生。一生忘れあの日のことをね、はいわかります。それぐらいちょっと、本当にどういう風なね、放送になるのか、ちょっと楽しみですけれども、ちょっとね、渡辺真知子さんにもお会いできたりとか、はい。あとはもうね、ピンクレディーさんね、ケイちゃん。ね、すごいですよね。やばい。そう。そして、岩崎宏美さん、またはい。ね、お会いして、そして私たちもお世話になっております、ナイトテンポさんね。さはい。と、それからマー君というね、昭和歌謡に詳しいマー君はい。登場して、この番組は昭和歌謡を学んだりとか、実際にね、その昭和歌謡の名曲で、
一緒に踊らせて歌ってもらって、踊らせてもらうという、もう本当にスペシャルな番組でございます。はい。まさにアバンギャルディらしいね。らしい番組の、はい、でございますので、ちょっと皆さんお楽しみにでございますよ。来週ですからね。お楽しみ。一応 ABC さんなんで、まあ、関西で放送されてるんですけれども、TVer とかでね、はい、全国から見れますので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。します。はい。そして、アバンギャルディライブツアー2026全国6都市で開催させていただきます。大阪は5月23日土曜日、NHK 大阪ホールで2公演させていただきます。はい、2公演でございますからね。昼公演、夜公演ありますので、皆さんぜひ遊びに来てください。お願いします。はい。ということでね、あっという間のお時間でございます。終わり？はい、終わりでございます。でも来週まだあと1個残っておりますので、お楽しみにということでございます。じゃあ、ということで、本日のオカパトークは、セイラとアイムでした。ありがとうございました。FM Osaka. 85.1. FM Osaka. あかねクラブ。